深夜障害で濡れ衣抜きせられたはなし。先輩が再起動しろってログに全部残ってるけど。俺は34歳、大手 SIR でインフラエンジニアをしている。金融システムの運用チームに所属していて、24時間365日体制でシステムを監視している。この業界に入って10年、大きな障害を起こしたことは一度もない。先輩、これってどうやるんですか？そしてこいつが問題の後輩だ。23歳、入社1年目、役員の甥ってことでコネ入社したんだが、これがまた驚くほど無能でな。リスタートするコマンドって何でしたっけ？基礎的なコマンドすら覚えてないし。ログファイルってどこにあるんですか？手順書に書いてあることすら確認しない。それでも一応教えてやってたんだが。ああ、俺のおじさん役員なんだけど。注意すると逆ギレしてくる。俺がミスしたら先輩の責任ですからね。しかもコネを盾に好き放題。これはきつい後輩だな。コネ入社って地雷率高いよね。体がだるい。昼過ぎ、急に高熱が出てきた。体温計で測ったら39度もある。それはきついな。早退していいぞ。ただ今夜は俺が深夜の当番なんです。後輩くんに代わってもらえ。正直あいつに任せるのは不安だったが、この体調じゃ無理だ。後輩、今夜の当番代わってくれないか？まあいいですけど。手順書はここにあるから、何かあったら必ず電話してくれ。絶対に勝手な判断で操作しないように。はいはい、分かってますって。この返事がすでに不安だったが、もう限界だった。帰宅してすぐにベッドに倒れ込んだ。熱が 39.5 度まで上がっていた。解熱剤を飲んですぐに寝た。何これ？アラートが鳴ってる。データベースのレスポンスが遅いって。どうしよう。後輩は焦って俺に電話をかけた。出ない。また鳴らそう。全然出ない。俺は高熱で完全に意識を失っていた。電話の着信音すら聞こえていなかった。クソ、使えねえな。でもどうしよう。手順書見てもわからない。まずログを確認しろって書いてあるけど、ログってどこだって。もういい。再起動すれば治るだろう。そして後輩は最悪の判断をした。データベースサーバーを再起動と。バックアップも取らず、手順書も無視して、勝手にデータベースサーバーを再起動した。エラーが出てる。データベースが起動しない。トランザクションログが壊れてる。実はその時ちょうどバッチ処理が動いていた。大量の金融取引データを処理している最中に、強制的にサーバーを再起動したせいでデータが破損してしまったのだ。やばい。数万件のデータが消えてる。金融取引データ3万件。異常が消失。顧客への損害額は数億円規模。うわー、最悪じゃん。バッチ処理中に再起動とかしようか。基礎知識なさすぎでしょ。どうしよう。そうだ。先輩のせいにすればいい。そして後輩は最低の選択をした。電話、熱は少し下がっていた。今すぐ会社に来い。大変なことになってる。何があったんですか？データが消失した。すぐ来い。急いで会社に向かった。会社に着くと役員が集まっていた。ただならぬ雰囲気だ。君が昨夜の当番だったのか？いえ、体調不良で後輩に代わってもらいました。それが先輩から指示があったんです。深夜2時に電話が来て、とにかくサーバーを再起動しろって言われたんです。そんな指示してない。そもそも電話にも出てない。でも電話した後にスラックでメッセージもらいました。ほら、これです。後輩がスマホの画面を見せてきた。そこには確かに俺のアカウントから、とにかく DB サーバーを再起動しろというメッセージが表示されていた。証拠があるじゃないか。待ってください。それは偽物です。俺はそんなメッセージ送ってません。証拠もないのに嘘つき呼ばわりですか？これは重大な問題だ。後輩くんのおじさん。そこにいたのは取締役だった。後輩のコネ元本
人だ。多いから話は聞いた。君が不適切な指示を出したそうじゃないか。してません。高熱で寝込んでたんです。だが証拠のメッセージがある。君のアカウントから送られているんだろそれが偽造だって言ってるんです。偽造だという証拠はあるのか。それは今すぐには。う。今回の損害は数億円規模だ。顧客からは訴訟も検討されている。この責任どう取るつもりだ。完全に追い詰められていた。ああ、本当に君の指示だったのか。信じていたのに。同僚たちまで後輩の味方につき始めた。コネ役員の老いだからか、みんな保身に走っている。これはひどい。完全に濡れ衣じゃん。コネ最強かよ。人事部の決定をお伝えします。あなたを懲戒解雇とします。懲戒解雇。また、損害賠償として3億円の請求を検討しています。3億円。人生が終わる。そう思った。自宅に戻っても何も手につかなかった。本当に俺のせいなのか。いや、違う。俺は何もしていない。証明してやる。そして俺は動き出した。来た。反撃の時間だ。インフラエンジニアの本気見せてやれ。まずリモートアクセスで会社のシステムにログイン。幸いまだアカウントは停止されていない。監視ツールのログを全部ダウンロードする。データドックには全ての操作ログが記録されている。誰がいつ何をしたのか全て記録されているはずだ。あった。深夜2時15分、後輩のアカウントでサーバー再起動コマンド実行。タイムスタンプ付きで改ざん不可能。これを保存。次はサーバーのコマンド履歴。バッシュヒストリーファイルには実行されたコマンドが全て残っている。やっぱり後輩のアカウントからだ。ステム CTL リスタートポストグレス QL。 完璧な証拠だ。次は VPN のログ。リモートアクセスした履歴が全て残っている。深夜2時10分、後輩のアカウントで VPN 接続元 IP アドレスも記録されている。この時間俺は自宅で寝込んでいた。次波電話の発信履歴。携帯キャリアに問い合わせて通話記録を取得。深夜2時3分、後輩から着信。通話時間0秒、つまり応答していない。その後も5回着信があったが全て通話時間0秒。完璧だ。そして最も重要な証拠、スラックのサーバーがワログだ。 IT 部門に連絡して。深夜2時前後のメッセージログを全て取得した。結果俺のアカウントからのメッセージは一切なし。後輩のスクショは完全な偽造だ。さらにデータベースのトランザクションログも確認。再起動を実行したユーザーアカウントも記録されている。やはり後輩のアカウントだ。最後に携帯キャリアの GPS 位置情報も取得。深夜2時の時点で俺は自宅にいた。これも証拠になる。そして病院の診断書。翌日病院に行って診断書をもらった。前日の夜は 39.5 度の高熱ですね。この状態では正常な判断は難しいでしょう。これで証拠は完璧に揃った。すべての証拠を PDF にまとめた。監視ログ、コマンド履歴、VPN アクセスログ、通話記録、スラックサーバーログ、DB ログ、GPS 位置情報、診断書。全部で8種類の証拠。どれ一つとっても改ざん不可能だ。完璧な証拠集めだ。さすがインフラエンジニア。ログは嘘をつかない。これは完璧な証拠ですね。不当解雇と名誉毀損で訴えることも可能です。お願いします。まずは会社に内容証明を送りましょう。そして全証拠を添付して社長と全役員に直接送付します。そして運命の日が来た。緊急役員会議が開かれた。俺と後輩、そして全役員が出席。弁護士から内容証明が届いた。君の主張を聞かせてもらおう。では証拠を提示します。まず監視ツール、データドックの操作ログです。深夜2時15分、後輩の
それはサーバーのコマンド履歴です。後輩のアカウントからステムシーティングル、リスタート、ホストグレスキューエルが実行されています。そして VPN のアクセスログです。深夜2時10分、後輩のアカウントで接続元 IP アドレスも記録されています。次に携帯電話の通話記録です。深夜2時3分から2時10分の間に後輩から6回の着信がありました。しかし全て通話時間0秒、つまり私は一度も応答していません。なんだと。そして最も重要な証拠、ブラックのサーバーがログです。深夜2時全部私のアカウントからのメッセージ送信記録は一切ありません。つまり後輩が見せたスクリーンショットは完全な偽造です。これはどういうことだ。さらにデータベースのトランザクションログ、再起動を実行したユーザーは後輩のアカウントです。そして携帯キャリアの GPS 位置情報、深夜2時私は自宅にいました。最後に病院の診断書です。深夜39.5度の高熱で意識朦朧としていました。電話に応答できる状態ではありませんでした。以上の証拠から私は一切の指示を出していません。全ては後輩の独断と証拠偽造による責任転嫁です。後輩君、これは本当か。それはその答えろ。すみません、全部本当です。俺が勝手に再起動してデータが消えてパニックになってフォトショップで画像を偽造しました。証拠偽造だと。おいで、お前がせんのことログは嘘をつきません。後輩君、君を即刻懲戒解雇とする。証拠偽造は犯罪行為だ。そんな今回の損害、すべて君個人に請求する。損害賠償額は3億円だ。3億、そんな私の責任を取って役員を辞任します。お命が強申し訳ございませんでした。そしてこちらのサイン、君の名誉を著しく傷つけた。心からお詫び申し上げます。懲戒解雇は撤回します。そして君を課長に昇進させる。さらに特別報酬として300万円を支給する。そして運用チームのリーダーに任命する。ありがとうございます。後輩はその日のうちに懲戒解雇、 IT 業界のブラックリストに乗り、再就職は絶望的。3億円の損害賠償も個人に請求され、自己破産コースが確定した。コネ役員だったおじも責任を取って役員を辞任。俺は課長に昇進し、特別報酬300万円を手に入れ、運用チームのリーダーに任命された。課長、おめでとうございます。疑ってしまって本当にごめんなさい。いいよ、気にしないで。ログは嘘をつかないからね。インフラエンジニアとしてログの重要性を改めて実感した。監視ツール、サーバーログ、VPN ログ、全てが俺を救ってくれた。あの時ログを諦めずに集めて本当によかった。インフラエンジニアの仕事は地味だけど、こういう時に必ず役に立つ。ログは嘘をつかない。それが今回の教訓だ。これぞインフラエンジニアの真骨頂。完璧な証拠で完璧な論破。後輩の末路が最高。ここまで呼んでくれてありがとう。みんなのおかげですっきりできたよ。一応つお疲れ。スカッとした。続編期待。後輩のその後も気になる。無視、グッジョブ。